皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回もですね、将棋大勢実況対局の方をやってまいりますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速対局の方をやっていきたいと思います。あなたが先手です。はい、私が先手ですね。はい、3段の方ですね。はい。4二銀はこれはあれですかね。嬉野流ですね。一応スタートだけで見ればね。さあ嬉野流になりそうです。5三銀と上がれば嬉野流の格好ですね。はい。3二金、これもねいずれ5三銀と上がると思うので嬉野流の格好ですね。いや嬉野流は何回かね今までも指してますが、今回もね嬉野流との対戦となりました。2四歩同歩同飛車はねいつでもいけるので、私の方はちょっとね保留して駒組みを進めてます。早めにね2四歩同歩同飛車をねやっちゃう手もあるとこですね。はい。ちょっとね7七角と上がる手もあるんですけど、穏やかにちょっと指してみましょう。半切りしてね。はい。これでねいい時に2四歩同歩同飛車をねいつでもできるんでね、この歩を交換を後に回すのは一応今回のね工夫というほどでもないですけど、ささやかなねこうちょっとなんですかね、私の方の工夫、工夫でいいですかね、工夫になります。はい。4四銀とこちら側に出てきましたね。6四銀と出てもそれ以上これ以上ね7五歩に6五という反発があるので、攻めきれないと見てねこちら側に出てきました。これ4六歩とついて、かなり穏やかに今回指してます。私の方はねこう歩を一般的にこの歩の下からね駒が出てくるような感じっていうのは穏やかな指し方ですね。こう歩の下に駒が出てこう歩を腰掛けて出てくると急戦思考っていうね考え方でね基本的には合ってます。はい。で相手の方も3四歩とついてね今なんていうんですか、嬉野流から急戦役の格好にね戻りましたね。私の方が雁木にしたということで、多分ね方針をね転換されたんじゃないかなと思います。で飛車をね引いてね、場合によってはこう十字飛車みたいな手をねこう2五のこうね3三金か2五飛車って手も狙ってるようなね非常に、積極的な手ですね。これは金上がりますか。3三桂から2五飛車をね狙われてるのでね気をつけないと、それでね技一本になってしまうのでね、はい気をつけたいところです。9六歩とついてねこれはいつかのタイミングで9七角とね出る含みも残したということです。例えばここでね、3三桂と飛んでもうね3七桂と飛んでおけばねすぐには攻めがないので、はい。で、9四歩と受けました。7七角と上がってもいいけど桂馬飛んできますかね。はい。これで4五歩とねいつでも追えるような形を作ります。こう歩の下から金銀がこう配置されてるパターンっていうのは先ほど言ったんですけど、比較的ね受け身寄りなんですけど守備にね強いというね。4五歩はいつでもつけるんで先に飛車先の歩交換をねしておきます。2九に引くパターンもあるんですけど、この場合ね4七に金がいるので3八の地点がね気になるので、浅く引いてみます。で飛車を回ってきました。これ5五歩を狙ってますけれども、4五歩一回ついちゃいますかね。これで銀を追っ払って、そちらですか。これだと4六銀出ますね。さあ一応ここで手得の形になりました。銀をね引かすることに成功したので、そこの部分ではねポイントを稼いだと言えます。この銀が4二銀5三銀4四銀で今3三銀なので、銀の動き的にはね2手損になってますね。はい。ただこの辺の手損はねこれだけでイコール私の方が優勢になるっていうことはねあんまりないんですよね。ただ一応手をね得したことは間違いないんで、少しね手の進みはね私の方がいいという感じですかね。こういう戦型はね矢倉と言っていいとは思うんですけど、こうお互いに玉の硬さがね玉が薄いんですよね。ですのでちょっとしたミスがね命取りになるので非常に怖い作戦ね、怖い形とも言えるんですね。はい。相手の方としてはこの2二の角、私もそうですね。この場合お互いにこの8八の角と2二の角が使いにくいのでどうするかっていうのは課題ですよと思ったらやっぱ2四銀と出てね使ってきましたね。これ難しいですね。2五歩打っちゃう手もあるんですよね。もうね2五歩と1三銀なら3五歩、3三銀でも3五歩ですかね。今交換しちゃった歩なんですけど銀が動いてきたんでね打ってみますかこれね。これ悔しいようでもまたこの銀を使ってね2筋攻撃する手が来
きそうなので、はいですね。これで3五ついて、今ね2五歩打たされたんですけど、こう銀が出てってね、角で反発してきましたね。これは2四歩なら同銀ですかね。銀を引いておくのが一番手堅いかな。2四歩同銀、ただ同銀同角で歩を突くとかもうめちゃめちゃ激しくいく手もありますね。いやただこちらの差も薄いんでね、銀引きは一応無難ですね。銀引いておきますか。これはねもっと2四歩とかいっちゃう手もあったですね。同銀同銀同角で6五歩とかね。この銀引きは角は出てきましたけど、次にねいつでも1五歩からね追う手があるので、無理せずといった感じですね。で5筋ですか。これは同歩ですね。はい。一応もしこの桂がいなくなるとね4六角同金3七銀っていう手があるんですけど、これ桂馬がいるんでね今角を切っていく手はなさそうです。さて今5五歩だったので同歩と取って、この5五歩はねおそらく6五歩とついて角が効いてくるんですよね。6五歩とついて同歩で3四歩見た時角をね二重に角道を止めたという意味だと思います。はい。筋といえば筋ですね。ただこれやるとね5六銀ともう一枚この銀がグイッとね上がってくる形がね雁木特有というかね、中央に厚く構える手が出てくるので、一回はね角道が緩和されたんですけど、この後にねこの歩がちょっといわゆる差しすぎっていうんですかね、ちょっとやりすぎてしまったってことになることもありますね。銀が出てきましたね。これはやっぱこの角を軸になんとかということでしょうか。歩を受けるのが手堅いですか。3五銀を狙ってるんですね。角引く手もあるな。角引くとどうするんだろう相手は。今ねどうせもう5筋は歩で止まっちゃってるんでね、角を引いてね、角引きが一番普通ですかね。これで今度こっち側に使うということですね。次3五歩と打てば、銀を取る。今だから5五歩をついてないと、今3四銀の時に6五歩という手があったということですよね。今角引いちゃったんですけど、角ここにいると5五歩同歩がないと6五歩とねこの銀が動いた時6五歩があったので、相手の方は5五歩とついたと。で5五歩同歩で二重に角道が止まったので、じゃあ私の今度角をね引いて指してみようじゃないかということですね。これはね手筋は8八歩ですね。この8八歩にすぐ気がついたというかね、8八歩はどうだろうって考えられた方は非常に有段者というかね鋭い方ですね。これね角を今引いたんですけど、すぐねここの地点にね今歩2枚なんで微妙なとこですけど、8八歩って言って手筋なんですよね。なんていうんですか、もうそれがその局面でね一番正しい手かどうか別にして、8八歩って手がパッと見えた方はね非常に強い方ですね。ここでね4四歩でした。しかしややねこれはね玉の頭なんでねやや強引な感じですよね。これで食い破ろうってことなんですけど、そうですね3五歩と2の4五歩、これはねうまく指せばというかね丁寧に指せば私の方が優勢になりそうな感じですね。こう取って同桂で金引いて振って同桂で金が上がる、そういった感じがいいかな。今ねちょっと頭の中で同歩が一番自然です。同歩で4五歩なんですよね。それって同桂でよくなればいいんですけど、角を切って銀打つとかやってくるのかな。それも悪くなさそうですけどね。あと2四歩どこで突くか。3五歩と打つ4五歩同桂、銀を引く、歩を打つ同銀で銀を上がる。それが分厚いかな。取っていやそれ言ってみますか。ですね歩を打ってこれ4四同歩もあってね微妙です。非常に同歩の方がいいかもしれないですね。これ同桂で角をこれ押さえ込もうってことなんですけど、これおそらく銀引くんですよ。同銀なら同銀でねおそらくそれは大丈夫かなっていうかね、攻めがねこれ以上来なそうなんで銀を引くと思うんですよね。で次4四歩を狙ってね、これは変わった手ですね。これは銀を取れば角を切ってね銀を取れるんです。切って銀を取るってことですね。それもいけそうですけどね、先に銀もらってるんで、丁寧にやるのは同角ですね。同角だと方が丁寧かな。取って切って取って銀、それもね先に銀もらえるんで、おそらくね正しくやれば優勢ですけど、同角にしますか。これ、ね、銀引くんでやっぱりちょっと元気が出ないという勝負手ですよね、5七歩はね。この時にね、雁木櫓ですとこの銀が7七にいるんですよね。これね銀がねこの銀が7七に、もちろん違った展開なんですけど、これ雁木だとここに銀がいるのが非常に手厚いんですよね。もちろん反面ねこっちの8筋方面この辺りがね薄くなるんですけど、6七に銀がいることによって中央方面のね手厚さが違ってくるっていうのがね一つね雁木の長所なんですよね。はい。さて
どうでしょうか。まあ4三銀が一番普通ですけどね。4三銀は悔しいんですけど、次に4四歩と打てば、まあ桂馬が取れるので、そうですね。でこの時にね、こう歩を打つのが手筋なんですよね、一応ね。でこう打って相手の敵の打ちたいところに歩を打っておいて、まあ、それで8攻めがいいかな。銀上がる方がいいか。銀上がりますか。そう、この銀上がりがね絶品の味なんですよね。こう中央に金が2枚並んでね。まあもちろん先ほどの3五と取るとこで3五と打つとこで4四歩同歩もあったんですけど、この銀上がりがねやっぱやりたい手だったんでね、こちらを選びました。この時に銀が2枚並ぶのがまあ非常に分厚い形で、次にねゆっくり1五歩からね角をいじめていけば、ここをねそう8八歩来ましたね。宮城の方さすがですね。これはね嫌な手なんです。まあ同銀で取るしかないですけど、これで一発でね非常にまあ玉のね周りが薄くなったのお分かりいただけるかな。いや8八はさすがですね。6五歩ですか。さてどうしますかね。1五歩とついていっちゃうのがいいかな。1五歩1四歩、まあバラ形勢難しいですね。同歩だとどうするんだろうか。まあ同歩も普通ですね。堂々と同歩もあるな。まああとは桂馬を飛ぶような手もありますね。7七桂と飛んで、まあ6五桂桂馬をさばきながら、まあそうですね、1五歩とつ迷いますね。これいろいろ手があって7七桂もありますね。7七桂と飛んで次7八金と売る形がね、まあ、非常に味がいいので、あるいは7八金と寄って8八歩に7七桂もあるな。それで歩になって桂馬取って取ってそっち行ってみますか。7八金にしてみましょう。これね8八歩を誘ってるんですよ。これ打つと思うんですね。8八歩打ちたくなります。打たなかった。8八歩打つば7七桂のつもりだったんですよね。同角なら3五銀ということでしょうか。それで3三歩があるんでねいけそうなんですけど、取って3三歩ってね、1本つきますか。これねちょっとマジックです。おまじないなんですね。これね結構大事なおまじないです。まあ同歩ならば、6六角の時に3五銀と、出なくなりますね。角道が止まるんでね。で同角と取らしてから6六角のつもりなんですね。で、今同角だったんですけど、これ同角と取っとくとね後で飛車がね直通するという狙いでした。まあこれで6六の取っといて、これで3五銀を消したということですね。はい。でもう見てください。この角銀がね非常に手厚いで、相手角1回とか角下がってきました。これは歩を伸ばそうかな。どうですかね。この厚みを軸にじりじり進めていくと。さあ食いちぎって勝負ですね。いよいよね。同銀こっちちょっと桂打とうってことかな。ただそれで同銀で桂打つ手があるな。まあいけそうです。同銀直もあるですね。迷いますね。同銀直の方が形かなこの場合は。こちら取りますか。まあ難しいです。同銀すぐ回りました。これはもう相手の方勝負ということですね。はい。この厚みがねとにかくすごいんですよ。金銀3枚のこの厚みがね。なのでそうですね、これがあるんですけど、この時取って同歩だと角取られちゃうんですけどね。同銀の時にこの3三桂がね私の狙いの手です。これ3四歩ついたんで、これ同歩だと角取られちゃうんでね、桂馬を打ってここにねバリケードを作るんですね。今すみませんちょっと早かったんですけど、同歩だとこの角でピーッとね取られたんです。同桂でこれを取るとね、こうやることによって角を取られなくなるというね仕組みです。でこの角を逆に今度は封印して、まあ、この6の角が威張ってますからね。はい。まあ切り合いになってますが、これはね、はっきり私の方が良さそうです。まあ、3三銀打っちゃうのが一番分かりやすいですかね。はい。まあこれは角交換して4三銀とかもありましたけどね、3三桂一発でねこう体をね入れ替えてるっていうのはお分かりいただけるかな。で、飛車を寄ってきました。まあこれは金を取りましょう。で同飛車ならねあれですし、同玉ですと3三にね銀を打ち込んでね寄ってそうですね。はい。銀を打ち込んで、これ角動いちゃうとね飛車で王様取られちゃうんで気をつけないといけないですね。さあこれで、まあ、金打ってバラして飛車取っちゃうのが一番いいですかね。はい。まあこれいろいろありましたね。6三歩とかでもよかったですけどね。まあこうやってまあ一掃して最後に美味しく囲いたの。まあこれね、これではっきり優勢です。必勝性ですね。はい、勝勢です。まあこうね9千矢倉っていうのはこう非常にお互いの差は薄いのでね、まあ一瞬の切り合いでこう勝負がつくパターンもあるんですね。まあ今回私はねこうじりじり押してったんですけど、こうね予選になるとあっという間ですよね。こうやってね。はい。まあ雁木特有のね5筋の位をこうキープしてね5六銀って形がね作れたのが、まあ雁木の形が生きたのがねこの将棋に関しても大きかったでしょうか。で歩を受けました。詰みもありそうですけど角を打ってしますか。まあ詰みいいんでそうですね。まあ、変化が細かいですけど桂馬を取って、まあ、あとね挟み撃ちなんでこれ詰みがありそうです。はい。で
桂馬を打って、まあ詰まさなくても勝ちですね。まあ確実に必死にしておきますから、まあ歩成りはなってね、まあ4三桂とかね5三飛車から5三飛車詰みがあったかな、詰みがあったかもしれませんが、分かりやすい必至をかけました。私の王様ねもう、鉄壁なんでね鉄筋を受けましたが、今度こそ詰ましたいですが、取って桂馬を打つとまあ寄りますか必死と言ってしまいましたけどね、これだとまあ寄せですね、言って言ったのですいません。まあ詰みもあったと思います、おそらく。はい、一手の寄せですね。はい。まあこれはねと金馬取られるんですけど、どれを取られても詰みですね。今度こそこれは詰みですね。まあいろいろあるな。どれが一番わかりやすいかな。4三桂と6三桂と打って、まあ同銀ですかね。同銀は取れない、同金ですよね。この時と金捨てるのが一番いいかな。と金を捨てまして、まあ銀を取っても詰みです。はい、ありがとうございました。これは日頃の行いが出ましたね。はい、いかがだったでしょうか。今回もですね将棋大勢実況対局の方をやってまいりました。戦型がですね相手の方の嬉野流対ね私の方が雁木という形から、どんどんね局面がこう変化してきまして、最終的にはね相手の方の9000矢倉を私が受け止めるというね形になっていきました。中盤がね難しかったと思うので、そちらの方ね詳しい変化を解説編の方でやっていきますので、そちらの方も合わせてご覧いただければなと思っております。この動画が良かったという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。